なんだかこうね、白い世界になってきましたね。なんかこうビルも白く見えるっていうのが面白いですね。霞んでるとか見えないとかじゃなくって、見えるけど白くなってる。なんかすごい小説を思い出す。潮の街とか好きなんですよ。小説で潮の街っていう有川博さんの小説があるんですけど、それがすごい好きで、もし現実に潮の街ができたらどんな感じなんだろうとか、なんかこう映画化とかそういう表現するってなったらどんな風に表現されるんだろうってすごい個人的に小説を読んで一番初めて思ったんですけれど、それなんかちょっと近いかも。私が読んでて想像してる世界にイメージにかなり近い感じかもしれないです。誰か共感してる人いる？寂しいな。ぜひ潮の街もいい作品なので見て、そしてこの時言ってたことそういうことかなっていうふうに思っていただけると嬉しいです。映画化が難しいなっていうふうにね、そうなんですよ、されてないっていうので検索してみて、そっか難しいのかななんてね思ったりもしましたけど、なんとなくそんなね世界観に近い街の様子になっていました。今日はですね、クロストークで白だねって話をしたんですけど、白で参りました。お気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけれど、昨日ですね、夜さあ寝ようかななんて思った時にツイッターを最後確認したらですね、乃木坂の5期生の池田テレサちゃんがブログを更新してまして、そのブログタイトルがなんと潮の街だったんですよ。で、私番組内でもほんとつい1ヶ月前くらいかな、半月前くらいにすごい白く霞んでた日があって、潮の街って実写化したらこんな感じの世界観かなみたいな、こう小説なんですけども、有川博さんの小説ですごく好きなんだっていう話をしたんですよ。で、実写化してほしいし、でも難しいのかなって思うくらい、その物語の世界観っていうのが、すごく独特で、実写がちょっと難しいような非現実的な世界になるんですけれども、そう。で、別にその本の話をしてたわけじゃないんですよ。テレサちゃんブログで。新しいね、お一人様天国っていう新曲が出たんですけど、その時のジャケ写が、ジャケ写の衣装が白、あと紫、赤なんですよ。で、テレサちゃん白だったんですね。で、その衣装を着て、ヨダちゃんと一緒に写真を撮って投稿してたんですけど、そのタイトルが潮の街だったの。ふえってなって、みんなついてきてますか？ついてきてる？大丈夫？すごいびっくりしちゃって、あまりの興奮にそれリツイートして、で、私も好きなんだこの本っていう話をね、したんですけど、それで今日は白いお洋服しようと思って、単純です。白いお洋服を着てやってまいりました。そういうのあるよね。もう本当にもう一個人の密かな楽しみなんですけど、そういうのにウキウキワクワクして私は毎日過ごしてるよっていうお話です。ね、こうもうすごい幸せだなと思って。有川博さんどうですかって、そんなんないんですけど、ね、有川博さんのその潮の街っていう小説なんですけれども、ぜひ面白いので読んでみてください。自衛隊3部作になっていまして、この潮の街は陸なんですよね。で、あとは空と海があって、空の中、海の底っていう3部作になってるんですけれども、私はこの中でも潮の街がとりわけ好きで、やっぱり普通に街が潮に侵されて侵食されてってしまうっていう。で、街全体がもう真っ白にどんどんなっていくっていう、かなり非現実的な世界ではあるんですけども、そんなそんなわけあるかって思うような話でも、やっぱりその作家さんの話術だったり話の膨らませ方だったり、その言葉とかですごく、もう引きつけられる物語になっているんですよね。学生の時に私は友人に借りて
貸してくれたんですよ、友人が。面白いから読んでみてって言って、それで読んですごくハマって、そう貸してもらった本はお返ししたんですけど、自分でも改めて購入して何度か読んでるんですけど、そうなんですよ。で、有川博先生といえば図書館戦争だったり、植物図鑑だったり、もういろいろありますから。あとは阪急電車だったり、映画化とか実写化された作品もすごく多いんですよね。そんな中でまだ実写化されていないということで塩の町なんですけれどもね、実写化難しいのかなとか思いつつ、ちょっと実写化を望んでいる次第でございます。で、そうなんですよ。これ塩に侵されるっていう物語なんですけど、意外とありそうでないけど、やっぱり塩害って言って、塩の害って言って普通にあることもあるんですよね。そう。だから現実世界で実際に起きることもありますし、それこそこれからの台風シーズン、炎風害とか言いまして、台風などで暴風で吹き荒れた時に海の上を強い風が吹くことで、潮の粒子が舞って電線とかについてしまって錆びてしまうっていうこともありますので、これからの季節も気をつけていただければなと思います。そう、その学生の頃は炎風害とか全く知らなかったので、塩の町そんなことないかなって思ってたけど、今は気象の勉強とかして炎風害とか聞いたことがあるから、そういうところもなきにしもない話なのかなとか、そうやってまたね、大人になってさらに知識が増えた上で改めて同じ小説を読んでも感じ方がね違うっていうふうに思うなというふうに思いましたね。だからいろいろある、なんだろうな、すごい関わってないようで関わってるなっていう。で、しかも有川博先生の最新作がありまして、大丈夫ね、なんかなんだっけ、物語の種かな。そう、いつも本屋さんで目撃して、読みたいなって思って何度も手に取るんですけど、まだ購入できてなくて読んでないんですよ。物語の種です。そう、最新作で、これ面白いのが、皆さんから話題のテーマを募って、そこから、有川先生が話を広げていくっていう。すごいな。もう作家さんって本当にすごいなって思った一作なんですよね。で、短編集なので、それぞれのテーマで、話を広げてってっていう。で、しかも皆さんから話題が募られて、それこそ本当に全く現実世界になんかありえそうにないような物語も広げていくっていう。すごいなと思って。そうなんですか。そっか、フリータイヤも買うのですか。本当にドラマとか映画とかですごい、楽しいね、もの、人気な作品たくさんありますよね。なので、そんな中で、実写化されてないですけども、好きな小説の一つとして塩の町もね、ぜひ、読んで、共感していただけたらすごく嬉しいなって思います。結構発信すると、私も好きですとか読んだことありますっていうコメントもね、たくさん届きました。ちょっと話しすぎちゃったね。息切れがもう若干息切れし始めてるんですけども、うまく気象の話につなげたと思いきや、まだ話が止まらなかったんです